空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日は UFO の話をしたいと思います。私が初めて UFO を見たのは小学校5年か6年の時だったと思うんですけれど、その時に苫小牧方面に行くのに一人で汽車に乗ってたんです。そう、昔だからね、汽車って言うんですよ。もう電車なんてそんな言葉ではなくって。でちょうど勇払原野のあたりを走ってた時だと思うんですけれど、汽車の中でね、誰かが UFO だって叫んだんですよ。それでみんなして、そこにいる人たちみんな知らないんだけど、そっちの窓の方にダーって集まったんですよ。でそしたら私もまあ見たんですけど、ちょっとね、オカマ型に近いような、記憶だとちょっと茶色っぽいような、そういう割とね、本当にリアルに大きく見えて、それがでも今思えばすごく近未来的なものではなくって、誰かがね作ったのかなみたいな、地球上のね、そんなようなちょっと鉄板じゃないですけど、そういう感じのものでした。でそれからはもう全然見てないんですけれど、結婚して道北の名寄のすぐ近くの町に夫の実家があったんですけれど、そこ本当田舎だったのでね、ホタルが見れるって、夏には。でホタルを見に行こうって言って、義理の、兄夫婦とその子供と、それでうちの子供2人と、それと義理のお母さんと車2台でね出かけたんですよ。ここでホタルが見えるよっていう場所に。でそうすると地平線があって星が見えるんですが、そこのね星が見えるまでの間にね、ちょっと空白があるんですよ。でこのラインから星が見えるっていうような、ちょっと地平線と水平になってるような空白の場所があるんですけど、でそしたらね、ここから星が見えてるよっていうところのちょっと下に星がね一つだけ見えたんですよ。だからね、不思議だなと思って、その時ホタルを見るのに私懐中電灯を持ってたもんですから、そのね一つだけ飛び出たその星みたいなものを照らしてみたんですよ。そしたらその星みたいなものがシューって動いて止まったんです。であれって思って、でもね見た目は星なんですよ。でもう一回照らしてみたんです。そしたら今度反対方向にシューって動いて止まったんですよ。それでね、義理のお母さんにね「ねえねえ」って、「お母さんこんなの見えてるけどどう?」って言ったら、お母さんが「あれ、私それ去年も見たよ」って言うんですよ。で去年も見たの?」って。そしたら同じ場所でね、で町内の皆さんとホタルを見に来た時にお母さん見たそうです。でやっぱりね、お母さんがね「ねえねえあれ」って周りの人に言ったそうなんですけど、誰も見えなかったって。ほれほれって言っても誰もね分からなかったって言うんですって。だから自分の気のせいなのかなって思ってたけど、やっぱり見えるのねみたいなことを言うんですよ。だから私も面白くなっちゃって、義理の姉と3人でああでもないこうでもないって言いながらまた照らしてみたんですよ。そしたらね、今度また右にねスッと斜め上にね行って止まるんです。でこれやっぱり UFO じゃないって言って、でねまたね懐中電灯で照らしたら、またね今度左にシュッていくんです。だからジグザグにね斜めにあっち行ったりこっち行ったりするんですよ。でそしてねもう一回照らしてみたんですよ。そうしたらブワーっていきなりこっちの方にめがけて、ものすごい勢いでその星がね来たんですよ。そしたらそれまで全然子供たちとワイワイやってた義理の兄が結束抱えて「逃げるぞ、早く車に乗れ!」っつってでそれでみんなもうねバタバタと車に乗ってね逃げ帰ってきたんです。でも私はね、実際来たらやっぱ怖いんですけど、それでも興味があるから私見たいって言ったらバカ言うんじゃないっつって早く車に乗れって言って、それでね仕方なく帰ってきたんですよね。で結構なね至近距離っていうか、もうね目と鼻の先にまで来たので、その後どうなったかなと思うんですけど、止まったのかね、それはちょっとわからないんですけど、
いや残念だったなって思いながらちょっと怖かったなっていうのとあって、でもね面白いのがそれから何年かして義理の兄がねその出来事をすっかり忘れてるんですよ。これでそんなことあったとか言うからちょっとびっくりしちゃって。で義理の姉も覚えてたんですけど、ついこの間その話をしたら「いやでもあれ飛行機だったかもしれないしよく覚えてないんだよね」って言うんですね。だからまあでもそれは聞いた話ですけど、必要な人にしか記憶に残らないっていうのもちょっと UFO を見てもねっていうのは聞いたことあります。でまあそんな出来事がありました。で私の中では UFO に追いかけられた事件って思ってるんですけど、見た目は本当に星と同じです。次に UFO っぽいものを見たのがそこから何年くらい、3年2年か3年くらいだったと思うんですけれど、うち犬を飼ってた時期がありまして、で散歩に行くんですけど、もう夜酔っ払った状態でご飯を食べた時に晩酌をして、そしてこうほろ酔い気分で犬の散歩に出かけるっていうのが日課だったんですけれど、で散歩中にねよく夜空を見ながら歩いてたんですけれど、その頃はちょっとこう感覚的に今日 UFO が飛ぶなっていうのが分かる日があって、でそれでこう夜空を見るとねやっぱりこう変な形であっち行ったりこっち行ったりしながら飛んでる星の光みたいなものはねよく見てた時期ではあったんですけれど、まあそんなある日またいつものように酔っ払って散歩に行きました。そしたらうちからすぐそばのところなので出てすぐくらいだったんですけれど、ちょうど車が2台、まあちょっと余裕を持ってすれ違えるくらいの道路なんですけど、でまあ歩道があって街灯があって、でその間にその街灯と街灯の間にナイターの時の照明みたいなものすごい眩しい光がバーンってあったんですよ。光の玉みたいな感じですね。でもこっちは酔っ払ってんで、あれなんだこれってすんごい眩しいって思いながら歩いて行ったんです。で犬もね全然反応しないので、2人でねこうなんかこう眺めたぐらいにして、それでまあ行ってまたしばらくして帰ってきたんですね。そしたらその時にねなかったんですよ。でそれで初めてあれってこれ UFO だったんだろうかって思ったんですよね。でそしたらまた何日かして今日もまた UFO 出てるなって思いながら歩いてたら、まあね本当にいっぱい飛んでる日があったんですよね。でまあそういう日ってなんか地震がね起きる前の日とかになんか UFO が一生懸命こう働いてくれてるなんてことを聞いたことがあるんですけれど、それで家に帰って息子にね「ちょっと UFO 見においで」って言って呼んだわけです、玄関先に。それでねたくさん飛んでるねなんて言いながら見てたんですよ。あっちこっち行ってるその星をね。でそしたらね、うちはお隣さんと庭を挟んでつながってて、でもう一つ道路を挟んでお向かいがあるんですけれど、そのお隣の屋根からお向かいの屋根に向かってさっき言ったようなその光の玉みたいなのがシャッっていう勢いで飛んだんですよ、カーブを描いて。だからねこう見るとちょうど弧を描いてそのお向かいの家に向かって落ちるみたいな感じだったんですけれど、でそれがねお向かいの家の屋根につく直前にシャッて二股に分かれたんです、その光の玉が。もうね一瞬の出来事だったんですけど、2人してものすごい驚いちゃったんですよね。で今の何って言ったけど、まあ分かんないけど、まあ未確認飛行物体だから UFO かなと私の中でまた思ったわけです。でもねそれは本当に衝撃的で、シャッって2つに分かれて、もうだからその先に必ずダーンっていうのがね墜落するダーンがあると思ったんですけど、ダーンもなくものすごい静かなままシーンってしてるんですよ。もうやっぱりパニックになりますよね一瞬ね。今何が起きたのって、まあ、そんな出来事がありました。まあそれはね何のために見せてくれたかっていうかそういうことは全然わからないんですけれど、UFO いるいないとかって未だにね論争してる方もいるかもしれないですけど、こんな広い宇宙の中に地球だけが人類いるなんてありえなくないです？
って私は思ってます。だから当然意識体で話をする人たちもいるし、ね、肉体を持って UFO に乗ってくる人たちもいるかもしれないし、それは分かりませんけど、でも地球人だけじゃないっていうのはずっと思っています。それで地球が一つの国になって争い事がなくなるといいなっていうのはずっと願っています。それでは今日はこの辺で。ではまた。